はい、セリカさんです。今回は蛍光塗料を使ってハイグレードムーンガンダムロングライフル装備を製作していきます。蛍光塗料の墨入れや水性蛍光塗料を無水エタノールで薄めてエアブラシで塗装する実験もしてみるので、気になる方は最後までご視聴お願いします。それでは早速作っていきましょう。まずはパーツを2度切りで切っていきます。最初はパーツから少し離れた部分を薄刃ニッパーで切っていきます。ただ部品同士の接続部で見えなくなる箇所は一度切りでやっちゃいます。パーツを切り取ったらアルティメットニッパーで余分な箇所を切るのですが、その前に切りやすいようにある程度形状を整えておきます。アルティメットニッパーは刃じゃない方が平面となっているので、切る箇所が大きいと干渉してうまく切れない時があります。なのである程度形状を整えてからアルティメットニッパーを使います。形状を整えたらアルティメットニッパーで切るだけです。素組みか塗装するかで変わりますが、最近のガンプラはゲート跡が目立たないような構造になっているのが多いので、組み立て後に気になるところだけヤスリで処理した方が楽なんじゃないかとも思っています。ムーンガンダムの組み立てで個人的に面倒な部分はサイコプレートでした。同じような形状のものを8個作らないといけないので途中で飽きちゃいましたが、構造自体は単純なのですぐに作れるのが唯一の救いでした。同じような単純作業が苦手なので工場のライン作業には向かないですね。仮組みを確認してみましょう。作った印象ですが HG の割にはディティールがしっかりとしているのでとても HG には見えないです。値段も HG にしては高めですが、その値段なりの見た目をしています。このムーンガンダムは一般販売されているものと比べて胸と肩パーツの一部パーツの色が変更されています。一般販売品を持っていないので比べられないのですが、一般販売品はイエローでこちらはグリーンとなっています。波長が365ナノメーターのブラックライトを当てると一部パーツが発光します。特に胴体部分は赤っぽく発光するのでサザビー開発につながるってことを意識しているのかもしれないですね。ホワイトパーツの一部パーツも青く発光しますが、ブラックライトの波長によっては発光しないので気をつけてください。ブラックライトはこちらの動画でも解説しているので購入に迷っている人は確認してください。仮組みの確認が終わったらヤスリ作業や塗装のために分解していきます。今回は全塗装ではないので気になるゲート跡だけヤスリで綺麗にします。なので仮組みした時に作業する箇所の目星をつけておきましょう。ヤスリ作業は400番から1000番まで使ってゲート跡を処理していきます。使ってヤスリの番手は画面に表示しておきます。最後にトップコートをやる予定なので800番まででもヤスリ跡は消えると思いますが、念のため1000番までやっておきました。ヤスリ作業が終わったら超音波洗浄機でパーツをきれいにします。ヤスリ作業をしてないパーツもありますが、パーツの汚れとか落とす目的で全部やっておきました。洗浄が終わったら内部フレームを塗装していきます。内部フレームや武装などはガンメタルで塗装しました。暗めの色で塗装すれば合わせ目も分かりにくくなるので、武装の合わせ目消しなど面倒な作業をしないで終わらせています。成型色がグレーなのでかなり見た目が変わります。内部フレームだけでも塗装すると組み立てた時の雰囲気が変わるので、もし初めて塗装する場合は内部フレームから始めてみるのもおすすめです。武装はガンメタル一色だと少し寂しいのでエナメル塗料のチタンゴールドで少し塗装しました。エナメル塗料なら下地のガンメタルに影響が少なく簡単に拭き取れるので気になる箇所にガンガン塗装していきます。塗装が終わって1日ぐらい乾燥させたらエナメルの薄め液を綿棒に含ませて拭き取っていきます。このやり方はガンプラ本体への墨入れの時も同じように作業できます。元のパーツのままエナメル塗料を使うと割れる時があるので不安な人は水性塗料を使った方がいいです。拭き取るとこんな感じになります。拭き取る時に特に気にしないで作業したのですが、色が薄いところとかもあったのでこの撮影の後に再度塗装し直しました。二度手間なので塗料を拭き取る前にしっかり確認しておきましょう。サイコプレートのクリアパーツの裏面にはギラギラしたシルバーを塗装した方が派手になりそうだったのでシャインシルバーを塗装しました。表面には水性蛍光塗料を塗装する予定なので表面に塗料がつかないようにマスキングをしておきます。塗装が薄くならないように3回ぐらい厚めに重ね塗りをしています。塗装後はこのような見た目になります。全部のクリアパーツを塗装しちゃったので元のクリアパーツと比較ができないのですが、シャインシルバーを塗装したことで光の反射具合が変化して面白い見た目になっています。シルバーによって見た目が変わるのでお気に入りのシルバー塗料でやってみてください。オレンジとグリーンのパーツはブラックライトで発光しなかったので蛍光塗料で塗装しておきました。せっかくアクセントとして目立つような色なのに発光しないのは寂しいのでついでにやっておきました。映像のように塗装中はどこを塗っているのか変化がなさすぎてやりにくかったです。塗装後も色がちょっと濃くなったぐらいでほとんど見分けがつかないですが、ブラックライトを当てたらこのように発光してくれます。グリーンのパーツも蛍光塗料で同じように塗装していますが、同じ作業なので今回は省略します。ある程度塗装が終わったら光沢クリアをやっておきます。この光沢クリアは墨入れの際の保護膜とヤスリの傷埋めを目的にしています。特にヤスリ跡に塗料が入った場合に綿棒での拭き取りが困難になってしまう時があるのでしっかり光沢クリアで埋めておきます。
きます。ついでにガンメタルで塗装したパーツも光沢クリアをしておきました。武装や内部フレームはこの後の墨入れはしないので、この光沢クリアまでで作業完了です。蛍光塗料でディティールに墨入れをしていきますが、先にエナメル塗料のブラックで墨入れをします。先にブラックを塗装しておくことで、この後の蛍光塗料の色が目立ちにくくなり、ブラックライトを当てた時だけ発光するような見た目にすることができます。これも後で綿棒で拭き取れるので、ディティールに塗料を流して1日ぐらい乾燥させます。塗料が乾燥したら次にエナメル蛍光塗料のグリーンを使います。さっきは墨入れ用に希釈された塗料を使いましたが、この蛍光塗料は自分で希釈する必要があります。塗料と薄め液の希釈は1対2ぐらいを目安にしていますが、塗料の様子を見ながら調整したので正確な数字はないです。作業工程はさっきと同じですが、ある程度作業したらブラックライトで確認しましょう。色が分かりにくいので墨入れする箇所を忘れたりしていることがあります。あとは全部の外装パーツにこの作業をして乾燥させてから綿棒で拭き取ります。全部の作業が終わったらこんな感じになります。綿棒で拭き取る映像はもう必要ないと思ったので省略しました。2回墨入れする必要があるので面倒ですが、面白い見た目にすることができます。他の色でもできるので好きな色でやってみてください。次にサイコプレートのクリアパーツを塗装していきます。塗料はマジックルミノペイントのグリーンを使います。この塗料は木工ボンドみたいな見た目をしていますが、乾燥したら透明になる特徴があります。まずはこれを紙コップなどの容器に必要な量だけ取り出します。取り出した塗料を希釈しますが、この塗料用の薄め液が販売されていないので、水性塗料を薄めるのに使えると言われている無水エタノールを使ってみます。希釈はどの程度か全然わからないので、とりあえず1対1くらいを目安にやってみました。混ぜていると塗料の塊みたいなものが出てきました。エタノールを入れたら固まったのか、もともと固まったものが入っていたのか分かりませんが、エアブラシでやるときに詰まりそうなので取り除いておきます。固形物が入っていましたが、だいたい希釈できたのでブラックライトを当てて位置を確認しておきます。薄めた塗料はちゃんと発光しているので、このままエアブラシで塗装してみます。エアブラシでパーツに吹き付けても透明な状態で出てきました。本来は乾燥したら透明になるのに、最初から透明だったのでどこを吹き付けているのか分かりにくかったです。薄めた塗料は白いのに吹き付けたら透明になるのはすごく不思議な感じがします。ブラックライトで確認してみるとちゃんと発光していたので、塗装自体は成功していました。ただ1回だけだと発光が弱いので、この後5回ぐらい重ね塗りをしました。そのため塗料のつけすぎで垂れたりなど塗装を失敗することがありました。失敗したパーツはマジックリンを染み込ませたキッチンペーパーで拭き取って、もう一度塗装をやり直しています。なかなか面倒な塗装でしたが、無水エタノールを使えばエアブラシで塗装できました。ただメーカーが保証しているやり方ではないので、自己責任でやってください。エアブラシもマジックリンで洗浄しましたが、心配な人は分解してしっかり洗浄した方がいいです。水性塗料とは言っても特殊な塗料なので、分解して洗浄したくない人は使わない方が安全です。普通に筆でも使える塗料なので、筆塗り用にしておいた方が無難です。塗装が全て終わったら部位ごとに組み立てて、最後に艶消しを吹き付けます。メタリック塗料で塗装したパーツは艶消しが吹きかからないようにマスキングしておきます。本当はパーツごとにエアブラシで艶消しをやればいいのですが、面倒になったのでスプレーでやるようにしました。マスキングまで終わったらプレミアムトップコートの艶消しを吹き付けますが、サイコプレートのクリアパーツには吹き付けてないです。エアブラシだと使用後は洗浄しないといけないので、トップコートをやるだけならスプレーの方が楽ですね。値段は割高ですが、作業が楽になることも大切なので、なるべく買い置きをしています。1日ぐらい放置して艶消しが乾燥したら組み立てて完成です。それでは完成品を見てみましょう。完成品ですが、ムーンガンダムのディティールが細かいので、墨入れするだけでも十分見応えがあるようになります。ちなみにヘッドパーツはグリーンの蛍光塗料だけで墨入れをしています。説明書の作例を見たらそうなっていたので、今回は同じようにしました。ブラックライトを当てると蛍光塗料で塗装した箇所が発光してくれます。今回は全部グリーンにしちゃいましたが、たくさんの色で塗装しても面白そうですね。あと気になったのが、艶消しのせいなのか紫パーツの発光が弱くなってて、蛍光塗料で塗装した部分と明るさの差が出てしまいました。光沢クリアを使えば大丈夫だと思いますが、今回は艶消しで仕上げるつもりだったのでしょうがないですね。近接武装ではビームトマホークも付属しています。これはクリアパーツで再現されていますが、ブラックライトで発光しないパーツでした。なので撮影はしていませんが、蛍光ピンクで塗装して発光するようにしています。 HG に付属しているビームサーベルとかのエフェクトパーツってブラックライトで発光しないイメージがあるので、塗装の手間を省くために発光してくれるようにしてほしいですね。
ここまで見てくれてありがとうございました。このチャンネルではいつもはクリアカラーガンプラをメインにいろいろな実験をしながら動画を投稿しています。チャンネル登録前に他の動画も見ていただけるとプラモ作りの幅が広がります。それでは次の動画でまたお会いしましょう。